おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はイタリアの春を代表する野菜アグレッティを紹介します。別名はバルバディフラーテ、修道士のひげとも呼ばれる野菜です。海沿いの塩分を含んだ土壌で育つため、下味をほとんどつけなくても自然なミネラルと塩味が感じられるのが特徴です。旬は春の短い期間だけで3月から5月ぐらいまでしか出回りません。シンプルに扱うほどその良さがはっきりわかる食材です。春の短い期間しか出回らないイタリアらしい野菜アグレッティ、一緒に作っていきましょう。基本的にマルシェなどではこのような感じ1束で売られています。根っこが一緒についてますので、まず根っこを落としてきれいに洗っていきます。本当にみずみずしくてシャキシャキしてて美味しいです。根っこのところで切り落として、あとはよく洗っていきます。ざっと見た感じ、枯れてる部分などがあれば取り除きます。さっと洗う時ですけども、別に氷水じゃなくていいです。普通の水で、冷たい水でこのようによく洗っていきます。もちろん砂などがついてますので、水を変えるときはアグレッティだけをすくって水を変えてください。ボウルの下に砂が残ってます。あとこのようにですね、よく混ぜながら太いところなどがあったら取り除いた方がいいです。基本的にさっくり湯がこうがソテーしようがシャクシャクした感じが残って非常に美味しいです。日本語名でだいたいおかひじきと訳されますけども、実際には全くものが違うものです。こういうふうにですね、大きい太いところはなるべく外していきます。だいたい2月下旬から3月4月にかけて、ちょうどこの時期新芽が出てきて、その部分を取って収穫していますので、非常に柔らかくて美味しいです。今回は温めたフライパンにニンニクを入れて、フォークで刺してよくニンニクの香りを油に移していきます。そこによく洗ったアグレッティを入れてソテーしていきます。シンプルにオリーブオイル、塩、胡椒だけです。ニンニクを刺すことによってほうれん草のソテーとかでもよくしますけども、ほんのりニンニクの香りをつけるためにフォークで刺しながらそれを使ってソテーしていきます。こういうですね、手早く炒めて、最後仕上げにレモン汁、あとはビネガーですねを入れて味をキュッと締めてやると非常に美味しいと思います。もちろんこれさっと湯がいてオリーブオイルとレモン汁だけでサラダ感覚で食べても非常に美味しいです。今回は以前にも紹介したうずらのガルニチュールとして用意しました。本当にソテーして、あとさっと肉に添えるだけで非常に美味しいです。もちろんお魚にも合いますので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティー。